はい、YouTube、オーノマン TV のオーノマンです。本日は2月2日の月曜日、平日であるにもかかわらず、私はずっと家にいました。その理由は、こちらの動画でお話ししたように、先月の1月で派遣の契約が終了したからです。簡単に先月まで行っていた私の仕事内容をお話ししますと、不動産の管理のような仕事でした。扱っている物件に社用車で行って建物に不具合がないか目視で確認したりとか、あとは入居希望者の内覧に立ち会ったりとか、あとは反対に退去者の立ち会いに行ったりとかしたりしていました。私は過去に不動産業界とか建築業界にいた経験はないので専門的な知識はありませんが、一応会社から与えられたチェックシートに基づいて建物に怪しい箇所があった場合、事務所に戻ってから専門の業者にその後の詳しい確認や修繕等をお願いするような感じでした。私としては時間に追われることもなく、たまにめんどくさい住人と出くわしたりしていましたが、商業施設の駐車場で、時間調整の意味で1時間ほど仮眠することもできていましたし、私はそれほど嫌な仕事ではありませんでした。愚痴も言わず、仕事も丁寧で、そして愛想も良い私に対して契約終了するなんて実にもったいない話です。こんな人材なかなかいませんよ。一応私、今回の就業先の事務所の中では仕事に対する評価は良かったのですが、自分で言うのもなんですが、しかし本社が私の契約終了を決めたようです。詳しくはこちらのメンバーシップ限定動画をご覧ください。それなので、事務所の女性社員の一人の方からはこのような選別の品をいただきました。その方は私より年上の中途採用の社員になります。昨年の11月か12月にそこの事務所の管理職の方から私の契約終了を告げられました。私はその時冗談っぽく、送別の品はいりませんからと言いました。というのは、私が辞める少し前に一人の社員が退職されたんですよ。その時送別の品代として私も他の社員の人と同じ金額の300円を徴収されていました。私は今回辞退する意味を込めてそう言ったのでありました。私が働いていた事務所は雑居ビルに入っていて、トイレは他のテナントとの共有になります。最終出勤日となった1月30日、私が日中ですね、トイレから出ると、その女性が廊下で待ってました。そして私にねぎらいの言葉をかけ、この封筒を渡してきたのでありました。私は、ラブレターですかと言いましたが、受けませんでした。ちなみに、もし私がうんこをしていたら、こいつなかなか出てこないなと思われていたのかもしれません。いただいたこの封筒の中を開けてみると、中にはスターバックスのプリペイドカードが入ってました。多分私が事務所に戻ってくるとき、大抵コンビニのコーヒーを手に持って帰ってくるので、その女性は私がコーヒー好きだと思ったのでしょう。ただ問題は、このプリペイドカードにいくらお金がチャージされているか。もしこれが複数人からだったら、これ私と誰々さんからですと言うと思うんですけど、それはなかったです。その女性一人からです。なので、一人の方からの送別の金額としては2000円、3000円はないよな、2000円かなくらいではないでしょうか。もしかしたら空っぽかもしれません。これからはこのカードにチャージしてスタバのコーヒーを飲んでねという意味かもしれません。そうそう、一つ派遣会社の営業担当に文句が言いたいんですけど、最終出勤日に何の連絡もよこしゃしないの。
普通さ、大野さん、今日が最終出勤日ですね。7ヶ月間お疲れ様でした。というさ、ねぎらいの電話やメールがあってもよくないですか？全くそれがなかった。翌日の土曜日に気づきました。信じられない。ちなみに肝心の今月2月からの仕事はまだ決まってません。契約終了の話は去年の11月ぐらいにあり、12月、1月と余裕をかましていましたが、気がつけばあっという間に最終出勤日を迎えてしまいました。私は今回の派遣会社で半年以上働いたので、有給休暇が10日間付与されました。この有給休暇は他の派遣会社に持ち越すことができないので、次の仕事も今の派遣会社で探そうとちょっとこだわりすぎてしまいました。今後は他の派遣会社やもしくはハローワークでも仕事を探してみようと思ってます。一応今回の就業によって失業保険の給付対象の資格は得ました。ちなみに失業保険の給付対象は直近2年間の間で雇用保険に12ヶ月間加入している必要があります。私は今回の仕事を7ヶ月間働いたので、直近2年間の雇用保険の加入期間は合計17ヶ月間となりました。それなので派遣会社から離職票が届き次第、まずはハローワークに行って生涯確か3回目となる失業保険の申請をしつつ、次の仕事を探したいと思います。ちなみに今回給付される失業保険は最大90日分になります。ちなみに今回の私の退職は契約満了になります。去年の2月の時やその昔のコールセンターの時と違って、私は働く意思があったけど就業先から契約の終了を告げられた事例になります。すなわち会社都合になります。自己都合退職の場合は待機期間7日間プラス給付制限1ヶ月間が課せられます。ちなみに私が2020年に退職した時の給付制限は3ヶ月間でした。それから比べたら今はかなり制限期間が短くなりました。今回の私の契約満了は会社都合になるので、待機期間7日間のみになるので、失業保険を早めにもらえると思います。私が仕事が見つからなくてやばいと思いつつも、少し余裕をかましているのはこのためです。ただし仮にもし失業保険を申請しなければ、私の生活資金は3月末にはショートしてしまいます。なので逼迫している状況に変わりはありません。離職票が届くまでに2週間ほどかかるようですが、届き次第すぐにハローワークに行きたいと思います。ちなみになぜ私がこれまで雇用区分として派遣社員にこだわってきたのか。それは昇進できない正社員はリスクだと思っているからです。行きたくもない場所への転勤を命じられたりとか、あとは給料に見合わない責任を取らされたりとか、私が正社員時代にいた会社がまさにそれでした。幸い私は精神が壊れる前にその負のループから抜け出せたのは実にラッキーでした。しかしここ最近の私の心境としては、こう毎年毎年仕事を探すのも面倒だなと思っているのも事実です。今回の仕事は時給1500円と札幌市内では高額な部類に入るので、長期で働けると思っていただけに残念です。なので今後再び正社員になるのも一つの手かなとも思っているのも事実です。私は過去の動画のワンシーンとかでいつかは個人事業主と言ったりしていましたが、それはこうした環境とは無縁の働き方がしたいと思ったからです。ちなみに私が目指す事業とはお店の経営とか
物販ではなくコンテンツ販売になります。でも数年経ってもほとんど進展なし。現状を顧みると私のやる気のなさの表れかもしれません。ただ一つ間違いなく言えることがあります。それは何かというと、ちょうど1年前に親父を癌で亡くしてからは、明らかに私の生きることへの熱量が格段に下がったことです。早いもので親父が亡くなってから1年が経過しました。未だにふと今に飾っている親父の写真を見ると虚しくなることがあります。なのでとりあえず今年1年生きていられることを目標に頑張りたいと思います。ということで本日の動画は以上です。もしこんなまた無職になってしまった中年男性に興味のある方はぜひチャンネルの登録をお願いします。それでは皆さん、バイバイ。